はいどうも、岸田模型です。エデュアルド48分の1、01021型の製作。今回は機体の塗装を行います。それでは早速塗装といきたいところですが、風防キャノピーを取り付けてから塗装を行いたいので、キャノピーをマスキングして取り付けます。このキットにはマスクシールが付属しているので、キャノピーのマスキングは楽です。風防キャノピーの合わせはとてもいいです。バッチリ合います。コックピットをマスキングして、キャノピーの内側をカウリング色で塗装します。照準器を塗装して取り付けます。方位測定器のアンテナは付属のエッチングパーツを使用して取り付けました。キャノピーの接着にはセメダインのハイグレード模型用を使用します。風防キャノピーがついたので、再度コックピットをマスキングして機体の塗装を行っていきます。それでは下地の塗装を行います。下地の塗装は全体を黒で塗装してから白で明るい部分を入れていくという、いつも私がやっている手法で行います。今回は白ではなくてこの311番のグレーを使用していきます。このグレーは白に近いグレーなので白下地にも利用できます。でこの白はですね、パネルラインを目安にその内側を塗っていきます。下地なので綺麗に均一に塗る必要はありません。逆にムラにすると基本色に明度の差ができるので単調にならずに良いと思います。はい、これで下地の塗装が完了しました。冷戦の初期の塗装はグレー一色です。このグレーの色味についてはご存知の方も多いと思いますが、論争がかつてありまして、飴色だったんではないかみたいな話が一時ありました。現在ではアニメーション監督の片渕氏らの研究によって、それは本来灰色だったものが変色して黄色がかって飴色っぽくなるという結論に至っています。当然実際当時に私は見たことはないのでどんな色だったかは知りませんが、さすがにこの色で塗るのはちょっとなぁと思うところです。私のイメージはやっぱり白っぽいグレーでもすぐに黄色っぽく変色してしまうのは事実なようなので、やや飴色がかりたる灰色を俺流で作ってみようと思います。まずはクレオス、タミヤラッカーなどの明快白色、それからキット指定の色、ついでにタミヤラッカーの灰緑色を比較してみました。定番のミスターカラーの35番はちょっと青っぽすぎるような感じがします。で、キットの指定通りだとこんな色になります。もろこの色ですよね。この中では個人的にタミヤの明快白色 LP32 がいいような気がします。
ただちょっと LP32 番は暗い感じがするので、下地で使用した311番のグレーとこの LP32 明快白色をだいたい6対4くらいの割合で混ぜてみました。で若干黄色っぽく変色した状態を再現するために、この色に336番のヘンプをごく少量混ぜ合わせます。でこれをプラ板のテストピースに吹き付けてみました。結構いい感じではないかなと思いましたので、これで塗装していこうと思います。それではこの色を吹き付けていきます。下地に白黒でシェードがついているので、それを潰してしまわないように軽く吹き付けて、塩梅を見ながら吹き重ねていきます。下地のシェードを残しすぎるのもそれはそれでって感じなので、ちょっと難しいところですが、私の場合は微妙に分かるか分からないくらいかの感じが好きなので、そのくらいを心がけているつもりです。同翼のハフの部分は機体と色は同じだけれど、塗料の成分が金属用と違っていて黄色に変色しないということみたいです。確かに写真を見ると方向打のみ色の明るさが違って見える写真が多いです。ということで同翼はマスキングして先に調色した色から336番を入れないバージョンを作りましたが、ちょっと白すぎる感じがしたので311番と LP32 を半々くらいで調色した色で塗装します。ということでハフ部分を色を変えて塗ってみましたけど、ちょっと明るすぎたかもしれませんね。ここは仕上げでウォッシングなどを行うとまた少し変わってくるので、とりあえずこのままいきます。はい、ということで機体の塗装が完了しました。今回は調色して色を作ってみましたが、まあまあイメージしているやや飴色がかりたる灰色にできたかなと思っています。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また次回。